はい、こんにちは。 DIY で必ず必要となるこのようなカット作業、これを作業を楽にしてくれる電動工具ジグソーを使って加工される方も多いかとは思うんですけど、数多くあるジグソーの中でこれからジグソーを購入したり、今持っているジグソーの買い替えを検討するときに本体の価格や性能や機能性で悩むことも多いかと思いますので、今回は DIY 向けの電動工具ジグソーの最高クラス、ボッシュの PST1000PL が持つ性能や便利な機能について解説していこうかと思います。それではやっていきましょう。まずはじめに、用途に合わせて交換するジグソーの基本となるこのようなブレード、これは本体に取り付けるブレードの後方の形が大きく2種類に分けて、スタンダードタイプ、B タイプとこのような2種類があるんですけど、今回はこのような B タイプが適合しますので、こちらのブレードを取り付けていこうかと思うんですけど、一般的なジグソーはブレードを交換する際に付属の六角レンチなどを使ってネジを緩めたり締めたり、また調整をしながら交換する必要がありますので、ブレードの交換に多少の手間がかかります。それに比較して今回紹介するボッシュの SPT1000PL のブレードの交換は、ブレードの取り付け部分のすぐ上の SDS と書かれた赤い部分、これの1箇所飛び出たレバー部分、これが金属のフィンガープロテクター、これに寄っていることを確認して、ブレードの刃の部分がジグソー正面と同じ向きにして取り付け穴に差し込んでいきます。あとはブレードをジグソー方向に押していくと、先ほどフィンガープロテクターに寄っていた赤いレバー部分、これが回転して左側を向くと、たったこれだけでブレードの取り付けは完了です。そしてブレードを外すときも取り付けの逆で左側を向いた赤いレバー、これを再度フィンガープロテクターに寄せていくと、簡単にブレードを外すことができました。そして再度ブレードを取り付けて、ブレードを下に引いて抜けないことが確認できたら、このように簡単にカットをすることができます。ただね、これは一般的なジグソーと同じで、このように対象物にカットラインを記載して、ブレードを線に合わせてまっすぐ切ろうとしても、ブレードを線に合わせてカットすることが難しくてまっすぐ切れなかったり、カットしたい対象物がこのような木材だった場合には、カットの際に発生した木くずが線を隠して目標となるカットライン、これが見えにくくなることもよくあるかと思いますけど、付属の切断線ガイドや平行ガイド、このようなのを使うと、簡単に目標を見つけることができて、このような四角いブロアスイッチ、これを右側にしてオンにすると、カットで発生した木くずを飛ばしてさらに目標を見やすくしてくれます。そしてこちらの切断線ガイドを取り付けた際に、ベースの下につけていたプラスチックプレート、これは金属でできたジグソーのベース部分、これが直接対象物に当たって対象物を汚したり傷つけたりしないように、ベースの下に取り付けて対象物を保護する役目があります。そしてプレートを装着して切断線ガイドを使用する場合は、透明の部分と赤い部分、これを切り離して、ベースプレート先端の下向きの2つの溝、これに透明のガイド部分を取り付けていくと、対象物を傷つけにくく、より正確なカットができます。
このように切断線ガイドとブロワー機能を使うとカットする目標を捉えやすく、線に沿って簡単にカットすることができました。そしてこのように厚みがある木材をジグソーでカットする場合は、ブレードの種類や本体のパワーによってはカットすることが困難な場合が多いんですけど、こちらの機種にはブロワースイッチの上にある赤い部分、これがオービタル機能といって、一番右の0の部分がオービタル機能オフ、次にオービタル機能小、中、大とメモリを変えるにつれて、ブレードの上下運動に前後に動く振り子のような運動が追加され、厚みがある対象物や硬さを持つ対象物などを切断速度を高めることができ、効率の良いカットができます。このようにオービタル機能を使うか使わないかによって切断速度に随分と差が出ました。ただね、オービタル機能を使わなかった時のカット面、これに比較してオービタル機能を使った時のカット面は木材の毛羽立ちが目立って多少粗い仕上がりになったかと思います。なのでカットする対象物や目標とする仕上がりに合わせて端材などで試し切りをして適切なオービタル機能のメモリを合わせていただけたらと思います。そしてオービタル機能を0にした場合でも、ジグソーを使って木材などをカットした場合は、ブレードの種類や切断速度によっても変化はありますけど、カットする対象物によっては木材の毛羽立ちが発生する可能性は十分にあります。だけどこのような毛羽立ちを抑えるために、ベースからプラスチックプレートを外して付属のバリ止めガイド、これの V 字の溝になってない面を下向きにして1箇所だけある開放された部分にブレードを通してベースのバリ止めガイドと同じ形をした部分に押し込んで、それぞれの表面が揃うように取り付けていきます。そしてこれを装着することでバリ止めガイドがブレードの両脇を押さえて毛羽立ちが出るのを防いでくれます。ただね、最後の側面部分にはバリ止めガイドが当たりませんので、このようにマスキングテープを貼って側面の毛羽立ちを押さえていきます。このようにバリ止めガイドを使うと木材の毛羽立ちが随分と抑えられて綺麗なカット面ができたかと思います。そしてバリ止めガイドを外すときはベース内側から軽く押してあげると簡単に外すことができます。そしてこちらのバリ止めガイドを使うときはジグソーのブレードに制限があったり、傾斜をつけてカットをするときはバリ止めガイドが同時に使えなくなりますので注意が必要です。そしてこのようにベースと本体に傾斜をつけて対象物を斜めにカットする場合も、一般的なジグソーの場合はベースを固定しているネジを六角レンチを使って傾斜角度を調整するのにも結構手間がかかります。それに比較してこちらはベース内側の後方に取り付いた調整レバー、これを本体の下方向に引っ張ることでベースが傾いてカット面の角度を調整できます。そしてカット面を
作りたい角度にベースを傾けて調整すると、あとはレバーを戻すだけで簡単に傾斜がついたカット面が作れます。このように簡単なセッティングで斜め45度の綺麗なカット面ができました。そして今回紹介したボッシュの PST1000PEL は集塵機に接続ができたり、カットの際に便利な防塵カバー、こちらも標準でセットされて、対象物や仕上がりに合わせてブレードの速度を変化する変速ダイヤルに継続作業に便利なポジボタン、こちらも装備されて切断の時に便利な LED ライトもついて、ジグソーでカットする時特有の本体の振動も少なく、楽により正確なカットが作れます。このように今回は充実した機能と安定性、それと豊富なパーツが標準セットの DIY 向け電動工具ジグソーの最高クラス、ボッシュの PST1000PEL について解説をしてきました。そしてこちらのボッシュの PST シリーズは PST700 型、PST800PEL 型と他にも2種類のシリーズ機種があるんですけど、それぞれに今回紹介したセットのパーツ、これが別売り品になってたり、本体の性能やパワーにも違いが出てきますので、3種類の主な特徴の違いについては概要欄の方にも記載していますので、ぜひそちらもチェックして電動工具ジグソーの購入や買い替えの参考にしていただけたらと思います。今回の動画参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。